ただいまよりノアグローバルエンターテインメント株式会社 DDT プロレスリング合同記者会見を始めさせていただきます。進行を務めますアベマアナウンサーの西澤です。よろしくお願いいたします。なお本会見は DDT プロレスリング公式 YouTube、 プロレスリングノア公式 YouTube、 東京女子プロレス公式 YouTube で生中継しておりますことをご了承ください。それではまずはじめに本日登壇している4名をご紹介させていただきます。向かって左手からノアグローバルエンターテインメント取締役副社長丸藤直道、ノアグローバルエンターテインメント執行役員武田成弘、 DDT プロレスリングおよびノアグローバルエンターテインメント代表取締役高木三四郎、 DDT プロレスリング秋人、また後列には東京女子プロレス第7代プリンセス・オブ・プリンセス選手権者坂崎由香、プロレスリングノア第2代 GHC ナショナル選手権者中島克彦、プロレスリングノア第33代 GHC ヘビー級選手権者塩崎豪、 DDT プロレスリング秋山純、 DDT プロレスリング第75代 KOD 無差別級選手権者遠藤哲也、 DDT プロレスリング第3代 DDT ユニバーサル選手権者クリス・ブルックス、頑張れプロレス代表大岡健。以上、両団体グループを代表する7名のプロレスラーも出席をさせていただいております。本日の会見趣旨について私からご説明をさせていただきます。2020年9月1日より株式会社 DDT プロレスリングノアグローバルエンターテインメント株式会社、そして株式会社 DDT フーズは経営統合し、株式会社サイバーファイトとして新たなスタートを切ることになりました。この経緯に関しまして高木社長より説明させていただきます。よろしくお願いします。DDT プロレスは2017年の、9月よりサイバーエージェントグループに入りまして、本年1月から、新たにプロレスリングノアが加わりました。年明けから両団体とも、好調な状態が続いておりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大により、両者とも、大きなダメージを受けることになってしまいました。非常に困難な、状況下でも、この時期だからこそ、できることを考え、感染症予防対策を万全にしながらの、無観客試合の配信や、インターネットサイン会、飲食部門についてはオンライン営業など、我々は、ただ立ち止まることを良しとせず、自分たちなりにプロレスの火を、消さないために、今日まで走り続けてまいりました。その中で、全社員、選手、関係者の皆様、そしてファンの皆様の力によって、今日を、迎えることができましたので、この場を借りて改めて、お礼申し上げます。誠にありがとうございます。しかしながらも、今もなお、コロナウイルスの脅威は予断を許さない状況が続いております。現状を乗り越えて、ウィズコロナ、アフターコロナの時代に、しっかりアクセルを、踏み込んでいくためにも、経営統合によって、会社組織を盤石にする考えに至りました。現状は3社分の会社管理コストが、発生している状態でありますが、経営統合をすることによってこの部分を一本化し、コスト効率化を図ります。また、スタッフ部門も適材適所に再配置を行うことで、経営基盤を強化してまいります。そして3本の矢の教えの通り、3社が結束することで、時代の変化に対応できるより強固な
経営基盤を作り上げてまいります。これが一番重要ですけれども、今後、各団体は事業部という形で運営してまいります。ノア事業部、DDT 事業部といった事業部ごとに切磋琢磨していく、してまいります。もちろん、これによって団体がなくなってしまったり、今までのカラーが変わってしまうということはございませんので、そこはご安心ください。高木社長、ありがとうございました。それでは株式会社サイバーファイトの役員人事に関しましてお知らせいたします。株式会社サイバーファイト代表取締役社長高木三四郎、取締役副社長丸藤直道、同じく取締役副社長秋人、取締役山内貴弘、同じく取締役武田成弘。こちらに関しましても高木社長より説明をさせていただきます。よろしくお願いします。組織としましては、引き続き私が経営の責任者ということで全体を統括してまいりますが、大きく分けてノアに関しましては、現職から続いて丸藤選手に副社長を務めていただき、武田さんにも新会社から新たに取締役に就任していただき、引き続きノアの統括と DDT を含めた工業全体の数字を統括する立場として辣腕を振るっていただきたいと思っています。また今回新たに取締役副社長として DDT プロレスリングの秋人選手に就任してもらうことになりました。秋人選手は現在 DDT フーズで工藤店長の右腕としてフーズ3店舗の運営と経営を支えているほか、工業のプロデュースやグッズ部門で活躍する機会が増えました。彼であれば会社の管理部門を任されるという気持ちが大きくなってきましたので、今回の経営統合という機会もあり、組織全体の若返りを図る意味でも取締役副社長に抜擢させていただきました。秋人選手には担当役員として引き続き飲食部門やグッズ部門も見てもらいますが、今後はより経営や団体運営にコミットしてもらいたいです。なお、新会社の役員人事外に各団体やブランドなどに現場の体制やリング上につきましては一切変更はございませんので、ファンの皆様にはご安心してくださいますようお願い申し上げます。最後になりますが、株式会社サイバーファイトはですね、サイバーエージェントグループの一員として、グループシナジーを最大限に活用し、動画配信サービス、レッスルユニバースや通販サイトを拡充させ、プロレスビジネスのオンライン化を促進してまいります。また、将来的には東京ドーム大会の開催実現を目指していきたいと思っております。目標はプロレス業界ナンバーワンです。新日本プロレスを追い抜き、プロレス界の組織図を必ずや塗り替えることがお約束し、報告の結びとさせていただきます。誠にありがとうございました。高木社長、ありがとうございました。それではここで株式会社サイバーファイトのコーポレートロゴを発表させていただきます。株式会社サイバーエージェントの総合クリエイティブディレクターである2号氏がロゴを担当しました。こちらが株式会社サイバーファイトのコーポレートロゴとなります。ありがとうございました。続きまして株式会社サイバーファイトで取締役副社長に就任する DDT プロレスリングの秋人選手より今回の経営統合と自身の副社長就任に関してコメントをさせていただきます。
よろしくお願いします。2020年9月1日より株式会社サイバーファイトの取締役副社長に就任いたします秋田です。僕はこれまで DDT フーズの方で経営、あと現場をやっておりまして、昨今ではグッズ開発、あとは工業のプロデュースなどをさせていただいておりまして、やっぱり DDT フーズでお客様と触れ合うことが多くて、お客様の声を DDT 以外で一番直に聞くことができる選手なのかなと思っております。なのでお客様の声を直に聞ける分、お客様の声を現場に最大限にフィードバックしていきたいと思っております。また若返りの意味を込めてと高木さんがおっしゃっておりましたけども、やっぱり若い子のアイデアというのは今までの高木さん世代の方々にはないアイデアがたくさんありまして、それを、しっかり会社に伝えて、若い子と上の人の橋渡し的な役割を務めることができればなと思います。しっかり高木さんのサポートをしていき、これからの、サイバーファイトの発展を目指していきたいと思います。以上です。ありがとうございます。続きまして株式会社サイバーファイトで取締役副社長に就任するプロレスリングノアの丸藤選手よりコメントをさせていただきます。よろしくお願いします。はい、現職であるノアグローバルエンターテインメント株式会社に引き続き、株式会社サイバーファイトで取締役副社長を就任しました丸藤直樹です。よろしくお願いします。そうですね、大切な部分っていうのは高木社長が、ほぼお話しいただいたので、本当に1年前まではね、こういう形であったり、ここまで目まぐるしく変化していくとは思ってなかったんですけども、やはりこのコロナという状況が生まれた中で、ネガティブなものよりもやはりポジティブなものを前面に打ち出していって、何よりもこのプロレス界でトップを取れるように、こういうことをすることによって、またプロレスラー、いろんな団体、フリーの選手、そういう人たちのお手本になるようなそういう行動もしていければなと思います。やはりファンの人たちの中にはいろいろ思う方いると思うんですけども、僕たちプロレスリングノアというものは一切変わりませんし、本来の本物のプロレスをしっかり引き続き見せていきたいと思ってます。それによって、この会社が僕たちをさらに引き上げ、DDT さんを引き上げ、プロレス界ナンバーワンに必ずいけると信じています。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして株式会社サイバーファイトで取締役に就任するノアグローバルエンターテインメントの武田執行役員よりコメントをさせていただきます。よろしくお願いします。この度2020年9月1日より株式会社サイバーファイト取締役に就任することになりました武田成弘です。引き続きこのプロレスという素晴らしいビジネスに関われることに非常に感謝しております。今まで DDT のはともに個々の力でここまでやってきたイメージが強いんですが、統合ということでより組織力を強化していき、高木社長をサポートして、今よりさらに大きなビジネスを作っていきたいと思いますので、皆様何卒引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございます。最後に本日出席している後列7名のプロレスラーより一言ずつコメントいたします。坂崎選手から順番にお願いいたします。はい、東京女子プロレスといたしましては、今回会社企業が大きくなるということなんですけれども、今まで通り東京女子プロレスは東京女子プロレスらしくマイペースに盛り上げていきたいと思いますので、よろしくお願いします。以上です。プロレスリングの中島克彦です。今回もこういった変化があった。これまでも変化はあった。でもサイバーの参加になってからプロレスリングノアはその変化を進化に変えてきたと思ってる。
きっと今回もそうだ。だからノアはじめサイバー、そしてサイバーファイトがこの業界ナンバーワンになる、その日を夢見て、また俺たちは一歩を踏み出すよ。だからホーミーズ、変わらず俺たちについてきてくれ。よろしく。はい、GHA ヘビー級チャンピオン塩崎です。今回会社とこういう形になりまして、ご尽力いただいた皆さんには感謝しております。そして GHC ヘビー級チャンピオンとしてノア、そしてこのプロレス界をさらに上に引き上げて業界1位を夢見て突き進んでいきたいと思います。よろしくお願いします。DDT の秋山純です。高木社長もおっしゃいましたように、新日本に追いつけ、追い越せ、その力の一つとなり頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。DDT プロレスリング遠藤哲也です。高木社長はことあるごとにこれはチャンスだという言葉を言っております。自分としてもこれはチャンスだと思っているんですが、このチャンスをものにするのは選手個人個人の働きだと思っております。このプロレスというコンテンツ全体をもっと大きなものにするために今後活動していきたいと思っております。はい、DDT Universe Champion Chris Brooks です。I think now more than ever with the current ongoing global pandemic, it's more important than it ever has been before to make pro wrestling as accessible as possible, both here in Japan and to a worldwide audience. And I feel like DDT and Noah are both working really hard towards doing that with Wrestler Universe. And I feel that now with even more of a combined team effort from all sides, that's only going to continue to grow in strength. よろしくお願いします。DDT プロレスリング、ユニバーサルチャンピオンのクリス・ブルックスです。今回、世界的にすごくかつて経験したことないようなパンデミックっていう状況になっている中で、レスリングが生き残るっていうのは非常に難しい状況ではありますけども、こうして、ノアと、DDT プロレスリングが一緒に経営の面で一緒になるってことは、レスリングユニバースでたくさんの人が世界中で視聴できるっていうチャンスも広がってるし、こうプロレスを日本で続けていくっていうこと、非常にチャンスが広がることだと思っております。頑張るプロレス代表の岡健でございます。頑張るプロレスというのは吹けば飛ぶような小さな団体ですが、もともと私一人で、プロレスをメジャースポーツにするために、働きした団体でございます。同じ会社の団体、他どれも大きいです。だからといって俺は負けてるわけにいかないと思います。いや、他団体だけでなく他のスポーツですよね。野球、サッカー、そういうものよりも私はやっぱりプロレスが一番すごいと思ってプロレスをやってきております。こんなコロナの状況下で我々世界中のみんなが大変なことになってはいますが、我々がプロレスをすることで皆さんに明日への希望、勇気を与えることができるんじゃないかと私信じております。
だからこそ団体の大きさ、そういうの関係なくリング上で自分たちの戦いを見せていければと思っております。会社が変わっても、会社が大きくなってもリング上でやることは変わりません。我々みんな頑張っていきます。皆さんよろしくお願いします。ありがとうございました。それではこれより質疑応答に移らせていただきます。ご質問のある方は挙手の上、媒体名、お名前、ご質問をお願いいたします。なお、今回の発表に関するご質問のみとさせていただきます。また質問は前列4名の登壇者に向けての質問のみとさせていただきます。それではご質問のある方は挙手にてお知らせください。はい、今手を挙げてくださっている男性の方、お願いします。フリーライターの橋本です。佐々木さんにお伺いしたいんですけれども、経営の形が変わってより効率的にということなんですけども、逆にファンに向けて、ファンの人たちはこれからこういうふうに、なんですかね、便利になります、楽しくなります、そういったことがあったら教えてください。こういうもの、こういうふうな、形でファンに接することを目指したいというか。そうです、基本的にはでもそれぞれのもう団体の中身に関してはもうそれぞれの団体にお任せはしていますし、正直その広報体制の部分に関しては基本的には変わらずそれぞれの団体に独立してやってもらおうと思っているので、それぞれの団体の盛り上げだったり盛り上がりっていうものに委ねたいなと思っております。はい、いろいろな部分が、その経営統合することによって、その先ほど管理コストと申し上げましたけども、いわゆるその経理的な部分だったり、総務的な部分だったりとかっていうのは統合することでより合理化が図られますし、あと、いろいろな、やっぱりそのなんていうんですかね、レスユニバースだったりそういう、オンライン的な部分に関しても、その統合を図ることで一つ円滑にスムーズにいって、大きな、ものを見せていけるということは、あるんじゃないかなと思っておりますので、本当これから、見ていただければなと思っています。それぞれの団体の運営はもういつも通りお任せするということで変わりはありませんので、基本的にはそれをその統括する部分というところが、統合するというところだけですので、はい、そこはご安心いただければと思っております。はい。他に質問のある方いらっしゃいますでしょうか。はい、お願いいたします。引き続き、秋田選手、先ほどもありましたけれども、これまでも大会のプロデュースだったりいろいろやられてきた中で、これからこんなことをやっていきたい、こんな DDP にしていきたいみたいな、アイディアとかありますでしょうか。そうですね、僕は今まで副社長というものの業務をしたことがないので、まだこうしていけるとかこうできるみたいなことは言えないんですけども、やっぱり、先ほど高木さんがおっしゃったように若返りというのはちょっと本当に大事なのかなと思ってまして、 DDT も、もう20年以上やっていて、やっぱり旗揚げの当時からやっていた選手たちはどんどん年齢重ねていって、その間に新しい選手もたくさん入ってきて、その新しく入ってきた選手の意見とかを取り入れるのが団体の活性化につながるのかなっていうふうに思ってまして、やっぱり会社がどんどん大きくなると高木さんも若い子とのコミュニケーションが少なくなってくると思うんですよ。でそこの間に入ってしっかり、意見を聞いて、高木さんにこう意見をそのまま渡すことができればということがありまして、やっぱこう凝り固まったものをしっかり取れていければな、新しいものにできればなと思います。はい、すみません、逆に言うと今の若い選手の中にもいろんな個性とかアイデアを持っている選手は結構たくさんいると。もちろん、はい、DDTの選手は結構、自分の意見をしっかり持っている選手が多くてですね、それをやっぱり思うように形にしてあげるのが僕たちの役目なのかなと思ってますので、はい、しっかり若い子の意見を聞いて会社の発展につなげていければと、はい、思っております。
他に質問のある方いらっしゃいますでしょうか。お願いいたします。今回の経営統合の一番最初のきっかけっていうのはどういうところからでしょうか。そうですね、きっかけはもう間違いなくこのいわゆる今の新型コロナウイルスの、が非常に大きいですね。やっぱり本当に今現状が、まだまだ見えてない、部分の中で、やっぱりいわゆるライブエンターテインメントと呼ばれるジャンルは多分どこもそうだと思うんですけども、かなりダメージが大きいと思っているんですね。でただその中でもやっぱり全くその火を消すわけにはいかないと思っていますし、こう続けていかなくてはならないと私どもは思ってはいるんですけども、その中で、やはりかかってくるコストだったり、いろんな部分やっぱり出てくるものはあるので、そこはやっぱりこう極力抑えていきたいというところが、この、話の発端といいますか、そうですね、やっぱりそこが一番大きかったですね。やっぱりここが結構見えないものって結構会社経営でやっぱり見えない部分のコストって結構かかるんですよ。やっぱり実は興行のプラスマイナスが全てが収支の部分ではないので、見えてない部分のお金って結構出ていく。それはもう会社を運営していく部分、経営していく部分でかかっていくものがあるので、それが今までやっぱ3社分あったということなんですね。それを一つにまとめることで、圧縮されるので、そこがやっぱり一つ重要な、ところですね。いつ頃から統合っていうのを考えそうですね、でも具体的にはやっぱり4月が、DDT の東京女子プロレスの頑張るプロレスの興行を全く行いませんでした。ほとんど行いませんでしたので、4月後半ぐらいからですね。で、具体的にはそのぐらいですね。で、5月ぐらい、あとは関係各所に話だったり、内部調整だったりっていうのがあったので、このぐらいのタイミングになったんですけども、もうこれは正直もうウィズコロナと今言われてはいますけども、もう共生していくしかないのかなと、共存していくしかないのかなと思ってますので、そういった部分でもですね、他にご質問がある方、挙手にてお知らせください。お願いします。社長の東京ドーム大会を目指したいとおっしゃるんですけども、具体的にじゃなくてもいいんですけど、大体いつぐらいにできたら東京ドーム大会になるなって。私ですか。私ですか。そうですね。具体的なっていうのは漠然とはあるんですけども、逆に言えばいろんな考え方もできるのかなと思ってます。変な話なんですけども、お客さんを入れるのか入れないのかっていう部分もあると思いますし、完全に戻ってからになるのか戻ってからじゃないになるのかっていうのもあると思うので、そこはいろいろと考えたいなと思ってますけども、ただやっぱりそのグループの、サイバーエージェントのグループのシナジーだったり、この、3団体、の中でどこか抜きに出て、東京ドーム大会を行う場合もあるかもしれませんし、この、3団体が共同してやる場合もあるかもしれませんし、そこはもういろんな方向性があると思うんですね。だから情勢を見ながら、しかるべきタイミングで、やっぱ行いたいな、開催したいなと思ってます。やっぱりその3つがこう独立してた状態だとなかなかそれもねうまくいかなかったりとかいう部分もあったりとかしていましたので、というところで、他にご質問のある方いらっしゃいますでしょうか。後列の方お願いします。プロレス部の下川です。社長の今の話ですと、3年前ですね、鈴木みのる選手との東京ドーム無観客試合が思い出されるんですが、そういった形での路上プロレスっていうのも視野に入れられている。いや、それはないですね。やるからには
なんて言ったらいいんだろう、あんまりこうちょっと言葉選んじゃいますけども、やるからにはプロレスの興行、プロレスの、スタイルでのことですね。はい、路上プロレスだったらね、割といつでもできちゃうので、それはちょっとあれだと思うので、ちゃんとした形でやりたいということです。はい、ありがとうございます。お時間の関係で以上で質疑応答を終了させていただきます。またこのタイミングで生中継の方も終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。